下北沢のサブカルチャー的なああいう文化って本当にずっと自分たちも大好きだし憧れもあるし、母の死をきっかけにこのままこう途絶えてしまうのは成功例っていうのを2人で築きたいなっていうのはいつも話しています。お菓子屋さんとカフェ、下北姉妹と申します。で、私たちのお店は母の頃から開業しておりまして、お店としては17年目のお店になります。コンセプトはいつもの隣ということで、日常の延長上にありながらも、少しだけその日常から抜け出したような空間と食作りというのを目指しております。朝ごはんにパンケーキ出てきたりとか、こう昼ごはんにマフィン食べたりとか、なんかそういうスイーツがこう元から生活の中だったりとか日常のご飯の中に入ってくるような、なんかそういうスイーツの敷居をもっとこう日常に下げて日頃から楽しんでいただけるようなお菓子の開発をしているっていうような感じです。で、毎日来ていただくにはやっぱりいろんな種類があって、今日はこれにしようかな、明日はこれにしようかなっていう、やっぱりそういうウキウキするような嬉しい迷いっていうのをお店の中で作りたいなと思っていて、小さな店舗にしてはかなりたくさんのラインナップの生菓子と焼き菓子を用意させていただいております。元は母がずっとお料理とお菓子の研究家と、あとこう教室を開いたりだとか、あとこうテレビだったりこう雑誌だったりとかで連載を持っていたりとかっていうのでお料理とお菓子のお仕事をしていたんですけれども、母が5年前か5年前ですね。5年前にこうちょっと母と父がこう立て続けに亡くなるっていうようなちょっと悲しいことが起こりまして、仕事を母の死をきっかけにこのままこう途絶えてしまうのは、私たち姉妹としてはこうもったいないなとか悲しいなっていう気持ちが強かったのがありまして、その母の事業を、私たちなりにこういろんな解釈をして引き継いでいこうっていう決意をしたのがちょうど、この 4,5 年前ぐらいにこうテイクアウトオンリーの洋菓子の専門店だったんですけれども、そこにイートインスペースを設けてリニューアルしたっていうのがこのお店のこう創業っていうとあれか、リニューアルした経緯っていう。そうですね。母のお店をリニューアルしてカフェとして再スタートした時っていうのはちょうど、妹のマナが、3-4ヶ月かの時にオープンしたっていう感じで、その後、1年後ぐらいに私が妊娠するんですね。でその妊娠してまた出産しても、普通に当たり前ですけどカフェの営業っていうのは続くわけでして、その小さい子供を抱えながら、しかも2人とも初めての出産経験でしたし、特にその父と母のがもう他界していて、そこのサポートっていうのは受けられないというところで、やっぱり自分たちでどうにかしなきゃっていうのはすごく試行錯誤ではありました。毎日とりあえず今日終わったっていうので過ごしてきてるというところではあります。母として妻としてその頑張る一つの成功例っていうのを2人で築きたいなっていうのはいつも話しています。だし、その今ね働いてくださってる方々もいつかその家族を持ったり子供を持ったりっていうすることがあるかなというふうに思っていて、その皆さんに対してもいい事例として背中を見せられるようになりたいなっていうのが目下の目標です。楽しかったことはやっぱり日々お客様から嬉しいねご感想だったりとか反応をいただけるっていうようなことは本当に楽しいことだし嬉しいことであるんですけど、幼稚園のママ友の口コミで広がったりだとか、やっぱりこういくらこうねオンラインがこう強くねこう凌駕してる世の中になっていても、やっぱりこのオフラインの口コミの強さと、やっぱりそこから常連さんにこうつながってくれるこうつながりの強さっていうのはやっぱりこうね何にも代え難い強さを持ってるなっていうふうに思っていて、なのでなんかそういうね常連さんが増えていくっていうこともすごく楽しくて嬉しいことだなっていうふうに思ってます。私たちが今まで経験してきた社会人として、学生の時もそうですけど、その経験が全て今のカフェ経営とか会社経営に生かせてるかなというふうに思っております。例えば私に関しては、学生時代からもカンボジアっていうの国際協力っていう途上国発展っていうそこの分野にとても興味を持って勉強したり仕事もしてきたんですけども、その後は、社会人1年目はゲーム会社の IT 会社に入って、そこで会社の立ち上げっていうのを2社経験するんですね。経営という風な視点に立った時にやっぱりその会社での経験っていうのはとても活かせています。もうそれこそ人の採用とか、あと経営周りの会計を見るだとか、あとは皆さんの実際のその就労周り働いていて
精神的に健康でやっていけてるかとか否かとか、そういう労務の部分とかもう全てにおいて本当に会社で入って学んだことっていうのが活かせてるかなというふうに思います。でカンボジアでいた時の経験というのはやはりその自分のいろんなインスピレーション、それこそメニュー作りから空間作りからそういうものにすごく影響を受けてるかなと思っていて、なんですかね、コンセプトをきちんと持って人に説明できるようなものっていうのをそういうものに落とし込めることができてるかなというふうに思います。で妹に関してはその、ね、人の人材コンサルとか、あと広告という面でやっぱりすごく大きく寄与してるかなと思っておりまして、そこの部分はやっぱりね会社時代に培ってきたものっていうのが本当に生かされておりますし。やっぱあれよね、2人とも多分こう社会人の時、今も社会人ですけど、会社にいた時に作った人脈だったりとか、そういったところにすごい助けられてるところはとてもあって、それは学生時代もそうなんですけど、姉のそのなんだろう、こう会社の方にこうねいろんなアドバイスだったりいただくこともありますし、そういう形で今までの社会人も学生も今までのこうなんだろう人生でつながってきた人脈っていうのはすごく今に生きているなっていうふうに思ってて、なんか自分たちも何かの役に立てたらっていう気持ちももちろんあるし、あとお互いのその事業で高め合うことができるってすごい最高だなというふうに思っていて、やっぱりそのね、それこそ今大学生の方々とかもやっぱりその人脈っていつ使えるか分かんないっていうのはすごく大事に思っててほしいなっていうふうに思ったりします。自分たちのアイデンティティって本当に小学校からずっといる町という、まなちゃんもっと幼稚園からいる町っていうのがそうだよね、からっているのがその下北沢っていうこの町なので、やっぱりその下北沢っていうアイデンティティがすごくあって、やっぱり下北沢って皆さんが思ってる通り、そのファッションだったりアートだったり、あと演劇、ロック、そうだね、音楽のやっぱりその中心的にそういった中で過ごしてきた自分たちとしても、その下北沢のサブカルチャー的なああいう文化って本当にずっと自分たちも大好きだし憧れもあるし、そういう部分っていうのを自分たちの解釈でうまくカフェに取り入れられないかなというふうにして作っているのがこの空間なんですね。この近くに緑道があるんですね。大きい、ちょっと歩いて多分5分ぐらいのところにあるんですけど、その緑道の気持ちいい緑の空間っていうのをうまく店内に持ってきて、さらにただその店内をその緑道の空間にするだけじゃなくて、そこにちょっとそのサブカルチャー的な下北沢のエッセンスを入れたいなというふうにして作ったのがこの空間なんですね。そういうシュガーフォレストっていうのをテーマに作っていただいているところで、白っていうのをベースにいろんなお花を使っていただいて、これ白く加工していただいてるんですけど、いろんな角度から見る方向によってその白のグラデーションがちょっとずつ違うと思うんです。ちょっとピンクに見えたり少しグレーに見えたり、植物本来が持ってる色が白を重ねてこうより出てくるっていうところで、いろんな白がね入るっていう。なんかここに動物のオブジェがいろいろあるんですけど、これはタイのセラミックアーティストの方が作ってて、私たちが一目惚れしてこれは店内に飾ろうって言って決めたんですけど、ヤンナカンさんっていうヤンナカンさんっていう。なのでストーリーとしてはなんかこう甘い香りに誘われて動物たちが集まってきたっていうのを裏設定においてこの作っていただいて、すごい緑の木がヘーゼルナッツの木、を使っていて、たちが使ってた生花の器具、マドレーヌの方とかカヌレの方だったりとか、そういったものをこうガスバーナーでいぶして吊るしてちょっとねカオスっていうか、なんかちょっぴりそういう下北沢っぽい演出を入れたようなオブジェを。あとあれか、音楽か。音楽だね、音楽だわ。そう。BGM いろいろ姉妹が好んでるものを入れてるんですけど、その中で姉のサークルの時の後輩の方でポップ死なないでっていう今年ねメジャーデビューしたすごい素敵な2ピースのバンドがあるんですけど、下北姉妹をテーマに作詞作曲していただいたテーマソングを作っていただいてて、ポップ死なないでのもちろんファンの方もいらっしゃることもありますし、普通にいらっしゃった方があれこの音楽すごい素敵で何って聞かれることもあったりして、やっぱり母になっていう身になってカフェのありがたさってすごく感じてるんです。やっぱりその子供っていつ泣き出すかわからないもう爆弾みたいなもので、そうなってくるとやっぱりそのすごく広いテラス席、あんまりその音とかに気にせずに過ごせる場所ってすごく大きいなと思って、そういう意味もあって私たちも実は自分たちの経験をもとにテラス席っていうのを、去年の12月に改修して作ったんですね。あとはその空間という部分じゃなくて商品という意味ではやっぱりその子供が食べれるものが一つでもあると、地方っていう意味では多分その2倍美味しい部分があるかなと思っていて、一つはその
実際地方のそこの場所の近くにいらっしゃるその周辺住人の方に来ていただくという方向と、あともう一つはなんかその外からそれこそ東京からそう来る観光客とかの方々にこう刺さるようなものを作るっていうその2つ倉庫があるかなと思っていて、そうなのでその土地の、お土産というか、その土地のものを使うってすごく大事かなと思っていて、東京から来るものにとってはもうそういうのもめちゃくちゃ燃えるわけですよ。じゃあ東京じゃ食べれない何かその特産物を使ったスイーツが食べれるとかっていうと、カフェって結構皆さんお土産をうちも特にその個包装の焼き菓子が多いのでお土産とギフトボックスとして買ってくださる方が多いんですね。そうなってくると多分地方カフェで東京から来た人たちっていうのをお土産絶対買いたがるから、分かりやすくこう地名がね、地名が入ってるとか、自分たちが好きかどうかっていうのも絶対的に大事、だけどただ好きでもそこに需要がないとやっぱりお金が稼げないとどうしても好きだけではカフェとか飲食成り立たないと思うので、そこにどれぐらいの需要が見込めるかっていうのも多分大事かなというふうには思っています。私たちのイベントとしてカンボジアでも視点を出したいなっていう気持ちがすごくあるんですね。ただ一方でそこは自分たちが好きな場所であるっていう思いが先行していて、そこに需要があるかどうかっていうのはちょっとねこれからまだまだいろいろ精査しないところはいけないところはあるんですけれども、その2点かなというふうには思います。まずね、多分好きじゃないと続かない。やっぱそれ多分何事もね、きっとそうだと思うんですけど、やっぱり自分がやっぱり心からいいと思ったり楽しいって思えるものを、まずはお金を一旦お金から離れて考えて、そこからね多分こう稼げる仕組みだったりとか、なんかこう有名になる仕組みっていうのはもういくらでもやりようあると思うので、まだ自分たちもね模索中ぐらいだからね。模索中全然模索中。でも絶対あるみんな。でもカンボジア行きたいと思ってるからね。そういう気持ちはやっぱり大事なのかなって思ったりします。